がりな設営感。これはちょっと音だけで40ワット演者のメガパック裏毛です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年最初の動画は2024年1月6日から2泊3日で出かけてきたソロ釣りキャンプ動画です。今回は朝一で釣りをするつもりはないので、渋滞が始まる前程度の時間に渋谷を出て東名道に。最初の休憩は足柄サービスエリア。卵とじロースカツ丼うまー。御殿場ジャンクションで新東名に。新東名は走りやすいですね。長泉沼津インターチェンジを出て伊豆縦貫自動車道から裾野市街に。キャンプの買い出しは現地のスーパーで。エブリービッグデー裾野店開店前から並んじゃいました。それからキャンプ場に。いつもは釣りをしてからキャンプ場に行くのですが、今回は先にキャンプ場に行くパターンで、運転していてもちらちら見える富士山にテンションが上がります。2年ぶりに来た大の字ファミリーキャンプ場。受付を済ませて広大なフリーサイトへ。設営完了。薪ストーブを入れたテントは通気性抜群というか隙間だらけですが、これぐらいの方が一酸化炭素中毒の心配がないので安心です。エブリービッグデーで買ったお弁当が昼ご飯。富士山最高です。それから釣りキャンプというからには釣りに行きます。フライフィッシング好きなウプ主はもちろんフライフィッシングができるところに向かいます。海も近いのでソルトフライフィッシングでも良いのですが、初釣りで坊主は食らいたくないので裾野フィッシングパーク管理釣り場で食材確保です。早速塩焼きサイズをゲット。まずは確実に食材確保のために手針を沈める釣りです。これはちょっと大きいですが、ブラウントラウトはちょっと珍しいのでキープです。大きいサイズはリリース。普通は逆なんですけど、キャンプ料理に使いやすいサイズをキープしたいのです。この子はキープ。食材確保はしたので、水面に毛針を浮かべるドライフライの釣りに移行します。やっぱり水面に魚が飛び出す釣りは楽しいですね。この管理釣り場にはオーバーヘッドキャストのためのバックが取れるところが少ないのですが、一番奥の池ならば大丈夫です。もうネットも出さずにリリーサーでリリースです。釣れる毛針は小さいニッチです。と言っても極小サイズではなく20番ぐらいのが良いようです。そんなこんなで納棺。3尾はさばいて持ち帰りました。テント場に戻って炭火を起こして魚を串に刺してじっくり焼いていきます。B6 くんで焼くにはちょっと魚が大きかったかな。今日のキャンプ飯その1、ニジマスの塩焼きうまー。合わせるお酒は堀口コーヒー×小江戸の金色に香るうまー。続いて焼くのは3割引きの静岡県産の牛肉。エブリービッグデーでは地元静岡県産の肉が手に入るのが良いですね。炭火にかけた男前グリルプレートで焼く。もう音だけで美味しいです。ひっくり返して
この焼き目がいいんですよね。静岡県産日本短角和牛のサーロインステーキ。うまー。合わせるお酒は、八方馬×小江戸の鼻歌ラガー。うまー。いただいた埼玉県川越のお酒、美味しくいただきました。次は、もやし炒め野菜のパックを炒めつつ、衣をつけたニジマスを揚げる。このフライパンに入るサイズの小さなニジマスを選んでキープしました。ニジマスを揚げつつ、クックドゥの酢豚用、もやし炒め野菜と合わせて、もちろん酢豚ではありません。小骨まで食べられるようにじっくり揚げたニジマス。あんをかけて、ニジマスの唐揚げ甘酢あんかけ。うまー。油を用意しちゃったので、他のものも揚げちゃいます。まずは、かぼちゃ。そして、舞茸。かぼちゃと舞茸の天ぷら、うまー。そして、お酒に合うこれ。鶏の唐揚げ、うまー。花の舞、純米酒、うまー。薪ストーブで串焼きも焼きつつ、夜も更けて、就寝です。朝、富士山が綺麗です。かなりお寝坊さんでした。薪ストーブに火をつけて朝食準備です。富士山と煙突の煙。朝食はベーコンとチーズのホットサンド。うまー。今日は自然河川に釣りに行きます。住宅街のど真ん中、黄瀬川、冬季キャッチ&リリース、五竜の滝の下流が釣り場です。まずは魚の顔を見たいので、沈めて釣ります。やっぱりこの季節は水面より底の餌を食べてますからね。来ました。抜けた。めげずに別の魚を狙います。来ました。昨日の管理釣り場よりずっと元気な魚です。よいしょ。40アップのニジマス。C&R なのでもちろんリリースします。水温が上がってきたのか水面の餌を食べるライズを見つけたので、ドライフライで狙います。キャスティングでちょっと水面を叩いてしまいましたが、出ました。拡大してもう一度。よっしゃ。よっしゃ。一瞬で走られてドラグを鳴らされます。よいしょ。GoPro ハイライト。45センチメートルのニジマス。ヒットフライは極小のミッチフライでした。
リリースして元気に泳いでいるところまで見送りました。ドライフライで1本出すことができて、釣りは満足できたので、早々と納棺。ウプ主は長時間釣りを頑張るより楽しかったってところで納棺するようにしてます。そして向かった先は、賢者のメガパックでもうおなじみ、エブリービッグデー。店内曲が口ずさめるぐらいにはお気に入りのスーパーになりました。テント場に戻って、昨日釣ったブラウントラウト、野菜やキノコとともにアルミホイルに、たっぷりのチューブでバター1/3、オーバルスキレットオーブンに入れて20分ほど焼けば、ちょっと遅めの昼食はブラウントラウトのホイル焼き、うまー。昼食の後、しばらくテント場でダラダラしてから、キャンプ場の近くの温泉へ。大の字ファミリーキャンプ場はお風呂もあるのですが、大浴場で富士山を見ながらゆっくり浸かりたいなぁと思って、車で5分の移動です。ちょうど雲がかかってしまって富士山は見えませんでしたが、ヘルシーパーク裾野、いいお湯でした。帰り道もちょうど富士山に雲がかかっています。テント場に戻ったらもう良い時間ですね。富士山が見えないので幕は閉じたまま、薪ストーブに火をつけます。薪ストーブの脇に食材を並べて、さあ宴です。静岡黒牛牛肩ロース切り落とし、 JA 富士伊豆の生しいたけ、静岡県森町のこんにゃく専門店梅吉森の関所白滝、静岡の食材で固めました。薪ストーブに鍋をかけて、牛脂を忘れたのでサラダ油で、まずネギを油で炒めて香り付け。一旦ネギを取り出して、肉を1枚さっと焼きます。市販の割り下を投入。ネギ、えのき、しいたけ、焼き豆腐、白滝、春菊をたっぷりと。もちろんお肉も追加して、鍋に蓋をしてしばらく煮込めば、静岡の食材で薪ストーブで作ったすき焼き、うまー。シェラカップで食べるのいいでしょ。御殿場コシヒカリラガー、うまー。自分のペースで楽しめる一人すき焼き、悪くないと思います。タイパだなんだと言われる今の世の中でも、こういうのんびりした食事を楽しむ余裕も大事ですよね。静岡ビール、うまー。キャンプ場の自販機で売ってました。締めにはうどん、うまー。
腹いっぱいのうく主。それでも飲みたい日本酒。花の舞、誉富士純米吟醸。焼き鳥は別腹。うまー。一本ずつちまちま焼きながら。日本酒も開いて、就寝です。朝。富士山が綺麗です。今朝はかなり冷え込んで幕内が霜だらけ。寒いので薪ストーブに火をつけて暖を取ります。温まってきたので朝食準備。フライパンにチューブでバター1/3、昨夜の残りのえのき、ベーコンを投入。薪をガンガンくべて、炒めるだけの簡単料理。ベーコンえのきバター、うまー。次はホットサンドメーカーで。食パン、スライスチーズ、ダブル。そして焼津特産の黒はんぺん、静岡の味を取り入れます。食パンで挟んで、薪ストーブで焼けば、黒はんぺんチーズのホットサンド、うまー。食後にはミルで豆をひいてエスプレッソメーカーにセットして、薪ストーブに乗せてカップをセットして抽出が始まります。食後のコーヒー、うまー。キャンプ場を散歩します。家族風呂にマス釣り堀、奥が露天風呂。ヤギのお家にうさぎ小屋、フィールドアスレチックの親子チャレンジ広場。ファミリーキャンプ場の名の通り家族で楽しめる施設がたくさんです。薪ストーブを片付けて、氷点下にも耐えられる謎の中華シュラフをコンプレッションバッグに詰めて、チェックアウト15時のキャンプ場はのんびり撤収できますね。ペグの本数を数えて、テント場のチェック OK。ここの富士山は最高でした。出発しまー。キャンプ場からすぐのコンビニでお昼ご飯を買います。キャンプ場から徒歩圏内のファミリーマート裾野須山店。ちょっとしたキャンプ道具やマシュマロなんかも売ってます。おにぎりをかじりながら御殿場市内に入り、向かったのはお胎内温泉健康センター。いいお湯でした。瓶コーラの自販機があります。ウプ主は瓶コーラの自販機を見ると飲みたくなってしまう生き物です。この栓抜きがまたいいんですよね。改めていいお湯でした。
それから、帰路に着きました。東名道は事故渋滞との情報があったので、東富士五湖道から中央道で帰ることにしました。須走インターチェンジは最も富士山に向かっていくインターチェンジですね。中央道は幸いにして渋滞もほとんどなく、石川パーキングエリアで、ダブル豚丼うまーというわけで、今回の釣りキャンプ旅、いかがだったでしょうか。今後もこんな旅動画を作っていこうと思いますので、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。